はい、皆さんこんにちは。久しぶりのヨーヨーレビューとなってしまったんですが、今回紹介するのはですね、Atomosプロジェクトとセグメント44のコラボレーションモデルであるコンタクトになります。でこのコンタクトはですね、Atomosプロジェクトが初めて公式に競技向けと歌ったモノメタルになります。ロシアのクリエイティブチームであるセグメント44とのコラボレーションで生まれたモデルになるんですが、直径もしっかりありつつ、幅が 50mm オーバーのワイドモデルとなっていて、非常に一体感があって扱いやすいモデルとなっていますので、今回はこのコンタクトの魅力をしっかりと伝えていきたいなと思います。それではまずですね、コンタクトのスペック紹介していこうかなと思いますけども、まずですね、直径が 54.6mm となっています。Atomosプロジェクト非常にミドルサイズのヨーヨーが多いんですけど、ミドルサイズの中でも、割と大きめのスペックになってますね。そして幅が 52.2mm ですね。ちょっとパッと見ですね、幅の方が広く見えるんですけど、直径の方が大きい、2mm ほど直径の方が大きい設定となっています。割と1対1の、縦横比が1対1に近いので、握り心地も非常に手に収まりやすい形となってますね。で、重量が 68.5g あります。これもやっぱり競技向けということもあって、ストリング上でのボディの滑りですとか、それから回転力を意識して重めの設定になっています。でボディ素材は A6061 で、ギャップはですね、実測値で 4.53mm。割と広めに取ってあるのかなと思います。そしてアクセルは 10mm となっていて、ベアリング、レスポンスともに C サイズとなってますね。ちょっと中身も見ていこうかなと思うんですけども、外した内側はこのような形になっていますね。アクセルは今回 10mm になってるんですけど、両方に六角の穴が開いたダブルホールのアクセルになってますね。で全体的なボディのですね、設計を見ていこうかなと思いますが、まずやっぱりですね、競技向けということもあって、しっかりと外側に重量配分されているのがわかります。まずですね、リブの厚みですよね。この厚みが約1センチあります。で、厚さですが、ここはですね、実測値で 5mm あるので、かなり広く厚くリムが設計されています。ただこのリムだけじゃなくって中盤あたりにもしっかりと重量、割と均一な厚みを持たせているので、外側だけっていうよりかは中盤から外側にかけて重量を配分しているような形になります。でですね、サイドから見るとこんなような形で、リムからこのベアリング周りにかけてステップをいくつか組んでるんですけど、このですね、ボディの近くのステップの部分だけちょっとね、わかるかな、動画でちょっとね、わかりにくいかもしれないんですけど、わずかにこの部分がですね、インバースしてるんですね。わかりますかね。ちょっと内側にへこんだような形になっています。で、このベアリング周りのエッジもかなり低いですし、このベアリング周囲のボディの部分、インバースになっているので、やっぱりこのストリングとボディとの接触っていうのがかなり抑えられる設計になっていて、競技向けということも意識したスリーブロスの低減っていうのをしっかり設計に組み込んでいるのかなと思います。で、ハブ周りなんですけど、どうしてもこのサイドから見ると直線的にステップを組んでいるので、ちょっとカクカクしたAtomosっぽくない形をしてるんですけど、このサイド、ハブ周り見てみるとですね、この外側は直線的にステップ組んでるんですけど、このハブの周りだけちょっとこの中心に突起があって、曲線でつないでいるので、この中心周りだけ少し柔らかさがある作りになっていて、この辺りにですね、ちょっとAtomosっぽさが残っているかなと思います。でパッドなんですけど、実はこれ今僕純正のパッドではなくって、リワインドさんの薄めのパッドに貼り替えてるんですね。でちょっと太めの糸を使ってプレイしたいなと思っていたので、薄めにしてみたんですけど、薄めにするとですね、ちょっと辛い位置よりも一段へこんだ形になるんですよね。なので、ちょっと太い糸でもバインド使っちゃう時があります。なので、純正のパッドというか、通常の厚みのパッドで、
厚さ変えずにちょっと硬さでコントロールしてやる方がフィーリングをつかみやすいのかなと思います。そしてコンタクトのフィーリングなんですけど、まずですね、やっぱり第一印象は非常によく回るということですね。回転力が強いというよりかは、回転時間が長いという印象で、特に回転が弱まってきた時の粘りっていうのが強いなという印象があります。そしてですね、重量は 68.5g あるんですけど、実はですね、68.5g とは到底思えないぐらいスルスル動くので、そうですね、印象としては65、6g ぐらいの使い心地になります。で、外側がすごい、外側にすごい重量乗ってるっていう感じも、振ってる時はなくって、全体的にこう一体感がある使い心地になっていて、本当にストリングの上をですね、素直に動いてくれるので、かなり使いやすい、気持ちよく動かせるモデルだと思います。特にこのスピードコンボとかですね、得意とされる方は非常に使いやすいんじゃないかなと思います。で、それに加えて、ギャップが 4.53mm、割としっかり確保されていますので、ストリング自体の滑りもかなりいいです。なので、ワイドなモデルっていうと、やっぱり安定性が高いので、ホリゾンタル、それからマウントホップ系とか、そういったトリックを意識される方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとですね、テック系の、ストリングトリックっていうのを太めの糸でやっても十分スリープが持続してくれるような設計になっています。ただ一つですね、欠点といいますか、デメリットといいますか、これはコンタクトに限った話ではないんですけど、ワイドモデル全般に言えることになりますが、投げブレっていうのを起こしやすいんですよね。どうしても横に広いので、これはスローの技術にもかなり影響されるんですけど、軸を傾けた状態でスローをしてしまうと、こんなような形で、ちょっとジャイロのような動きが加わってブレてしまうというのが起こりやすくなっています。ちょっとスローをした時に投げブレを起こしやすいよっていう方は、スリープロスとかそういったことを考えるよりも、まず、食いつきのいい柔らかめのパッドを貼ってもらった方が、投げブレ起こしにくいのかなと思います。やっぱり、スリープロスを意識して固めのパッド、滑りとかですね、意識して固めのパッドを貼られる方、多いと思うんですけど、やっぱり固めのパッドは、滑りがいい反面、このスローする時のストリングの食いつきが悪くなって、やっぱりこのスローの時の初速っていうのが下がってしまうので、必ずしもですね、この固めのパッドっていうのが、スリープロスの低減に寄与するわけではないと僕は思っているので、今回のコンタクトも、投げブレを起こしやすいよっていう方は、柔らかめのパッドをちょっと使ってみてもらうといいかなと思います。はい。ということでですね、今回は、アトモスプロジェクトとセグメント44のコラボレーションモデルであるコンタクトを紹介しました。初めての競技向けモノメタルということで、僕もかなり気になってたんですけど、やっぱり競技向けだなっていう印象のある非常に力強い、モノメタルのヨーヨーになってますね。で、アトモスらしさっていうのがですね、一見あんまり感じられないんですけど、ところどころですね、やっぱりこういったハブ周りですとか柔らかさのあるデザインになっているので、やっぱりですね、よくよく見てみるとアトモスだなっていう感じがします。直径 54.6 と幅 52.2mm、非常に1対1に近いモデルで、かつ直径の方が大きいモデルになってますので、ワイドなモデル、特に 50mm オーバーの幅のモデルを使ったことがないよっていう方には、入門としてとてもおすすめなのかなと、ワイドモデルの入門としては非常におすすめなのかなと思います。で、今回僕が購入したのはこのローカラーになりますけど、ローなんですが、その他にもですね、非常にビビッドなカラーですとか、優しめのカラーですとか、かなりカラー展開も多いですので、実際にいろいろと試してみてもらえたらなと思います。ちょっとですね、来月、これ動画撮ってるのが2026年7月なんですけど、もう来月ですね、姫路での WYYC2026 を控えてですね、ヨーヨーの買い控えをしている方も多いんじゃないかなと思いますので、買い控えしている方にも、せめてこういったヨーヨーレビューで最近のヨーヨーの知識、どんなモデルが出てるのかなっていうのをお伝えしていけたらいいなと思っておりますので、今回このコンタクトをはじめとして、ちょっと僕も
しばらくレビューできていなかったので、レビューしたい容量たくさん溜まっておりますので、ちょっとまた立て続けにいろいろと皆さんに情報提供していけたらなと思っております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。